世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。バイオリン、インターネット、クリスマス、ネックレスなど他の言語から借用して現在は日本語と同じように使用されている外来語。これらの言葉は元の言語と同じ意味を持って使われているので、発音さえ気をつければ海外の人々にも伝わります。しかし私たち日本人は何かと単語を略語にする傾向があり、特に外来語がいつの間にか略されて浸透していることが多いです。例えば近年頻繁に使われる SNS、スマホ、セレブなどはもともとは英語表記のものを日本人が略したもので、海外の人々には通じないのです。今回ご紹介するのは、日本ではそんなに複雑なのかと海外の人々が頭を悩ませるある記事と、それに対する反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。先述した通り、海外の人々には通じない略語化された外来語。これらはほとんど日本国内で使用されるにとどまりますが、海を越えて世界に広まったのが英語、アニメーションの日本語における略語であるアニメです。日本人の間ではアニメーションイコールアニメという考え方が一般的かと思いますが、日本のアニメ作品が独特のスタイルとして確立されるほど大きな発展を遂げた結果、海外の人々はアニメとアニメーションを違う意味で捉えているようです。以前あるアメリカ人記者がアニメの定義について考察した記事から海外で話題になっていました。その記事ではアメリカなど海外においてのアニメは、目が大きく多様な髪色のキャラが登場する日本製のアニメーションだと考えられていると紹介。その一方で日本ではアメリカのザ・シンプソンズや現在 NHK で放送中のお猿のジョージもアニメであり、果てはディズニーのアニメーション映画ですらディズニーアニメとも呼ばれているなど、幅広い定義を持つ言葉であることが紹介されています。このようにアニメは人によって定義が違う言葉であると指摘されています。この記事に対する海外の人々の反応を見ると、ほとんどの方が自分なりの定義を持っているようでした。一緒に見ていきましょう。海外の反応。アメリカ製のザ・シンプソンズも日本ではアニメ。これは示唆に富んだいい指摘だと思った。僕は前までどこの国のものかが重要だと思ってたけど、今はスタイルこそが重要なんだという考えに変わった。アジアでアニメーション化、あるいは描かれたもの。俺はそういった作品をアニメだと思ってる。アニメとアニメーションの主な違いは、アニメは非現実世界を舞台に現実世界の感情を描いて、アニメーションは非現実世界を舞台に制御された、あるいはステレオタイプな感情を描くものだと思ってる。だからアニメは視聴者に現実世界を感じさせるんだ。逆にアニメーションは偽りの感覚だね。アニメにはアニメーション以外の意味はないでしょう。ディズニー作品やザ・シンプソンズだってアニメなんだから。随分と長い記事だけど、結局言いたいことはそれでしょ。現地語でチャイはお茶、サハラは砂漠、ソビエトは連邦を意味するけど、他国の人々はチャイ茶、サハラ砂漠、ソビエト連邦って呼んでるよね。ならアニメーションがあってもいいんじゃないかと思う。俺にとってはかなりシンプル。日本人向けに作られた日本初のアニメーションがアニメ。例えばドラゴンボールやガンダムだね。アニメ風のものはあくまでもアニメ風に過ぎない。その定義だとザ・ビッグオーの2期はどうなる？日本で作られたアニメーション作品だけど、アメリカで人気が出たから第2期が制作されたんだ。明らかにアメリカの視聴者向けだったぞ。
アニメは単に日本のアニメーションで基本的には略語に過ぎないでしょ。ジャパニーズカートゥーンとかっていうよりアニメって言った方が楽だし。記者はシンプルじゃないと思ってるようだけど、至ってシンプルだよね。シャンパンはフランス産だけをそう呼ぶ。アニメだって日本製だけをそう呼べばいいんだよ。ジャパニメーションが一番わかりやすい。実際にそう呼ばれてたわけだしな。アニメは日本製であることが前提だろ。韓国とかに外注してたりはするけど、会社は日本でアイディアも日本から来てるんだし、それにストーリーに組み込まれる文化的なものは日本人の影響を受けてるわけだよ。だからアバターやヤスケはアニメ風だけど、本当の意味でアニメとは言えないんだ。俺もそういうことだと思う。アニメは日本のアニメーションスタジオによって日本で制作されたアニメーションのこと。日本で制作されない限りアニメではない。俺はアバターはアニメだと思ってるけど、日本製アニメーション風もアニメになると思う。大学で SF 文学の講義を受講した時を思い出した。教材のテーマは SF とは何かだったんだけど、 SF とは SF ファンが SF と認めるものに落ち着いた。アニメもそういうことだと思う。アニメファンがアニメだと認める作品がアニメ。西洋人が日本の用語を間違って使うのは今に始まったことじゃない。逆に日本人も英語で同じことをしばしばやるが別に問題ないだろう。個人的にアニメは日本のカートゥーンだとしか思えない。20年以上見続けてきたけど、その認識を変える理由もない。でも日本ではそんなに複雑に考えられてるのか。アニメをカートゥーンって呼ぶとこっちのアニメファンたちは怒るよ。ネット民が言葉の定義にこだわり争うのはなぜなんだろう。アメリカ人の感覚ではフォーマットのことだ。オープニング、本編、エンディングって流れね。そしてアニメのテーマ曲は最高に素晴らしいんだ。いい曲がないとアニメとは言えない。多様な意味合いを説明されたところで、俺にとっては日本製アニメーションだがな。以上が海外の人々の反応でした。やはり記事が紹介していたように、日本製の作品のみがアニメと呼べるという意見が多く見られましたが、日本人が持つアニメの定義を尊重しようという意向も見られるなど、人によって捉え方が異なるようです。そもそも国によって言葉が違うのは、その国や地域によって大事にしているものが異なることが理由の一つとされています。例えば、日本人にとって大事な米。英語でそれを指す単語はライスのみですが、日本語には稲、ご飯、シャリ、飯などいくつもの言葉があり、そのものの状態や状況によって使い分けています。そしてそれは日本だけに限りません。2つご紹介していきましょう。1つ目はフィンランド。雪の多い北欧の国フィンランドでは、雪を意味する最もオーソドックスな単語ルミの他に、湿った雪はソホヨ、雪だるま作りに適した水っぽい雪はヌオスカと呼ぶなど、雪に関連する言葉は約60個にも及ぶのだとか。日本でいう吹雪にあたる言葉だけでも3種類あり、ピュリュは吹雪のように雪が飛んでいることを表し、ミュラッカはピュリュよりも雪が多い大変な状態。トゥイスクも吹雪ですが、より風が強いという意味合いを持つそうです。2つ目はモンゴル。遊牧の民であるモンゴルの人々にとって大事な馬。馬の一般名称であるアドーのほか、オスの馬はアズラッカ、メスの馬はグー、1歳の馬はオナッカ、2歳の馬はダーガ、3歳の馬はシュドレンなどなど、馬の年齢や性別によって呼び方は細かく異なります。さらに馬を識別するための毛色や毛の部分的な特徴、体の部分的な特徴などを区分する独立した言葉があり、それは馬の基本的な毛色だけで約20種類。基本となる毛色を組み合わせた毛色の名称は120種類以上にもなるのだとか。
このようにそれぞれの国にある大事にしているものによってたくさんの言葉が生まれており、生活の中で具体的に使い分けているのです。つまり今回取り上げた記事のように、日本のアニメという言葉についてさまざまな議論が交わされるということは、海外の人々にとってそれほど大切な存在になっているからだと言えるのかもしれませんね。しかし今回このような記事を取り上げてはおりますが、私個人、いわゆるテレビで見る実写ではなく絵で表現したものは全てアニメだと思っていたので、今回ご紹介した記事や海外の人々のコメントに登場したたくさんの定義を突きつけられて、いささか混乱しています。視聴者の皆さんはいかがでしょうか。全てをアニメと一括りにすることは少々アバウトすぎるのでしょうか。皆さんが持つアニメの定義、ぜひコメント欄で教えてくださいね。桜井自身、アニメの定義自体考えたこともなかったので、海外の人たちの定義づけ非常に面白かったです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。